やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、愛好の上級機種、OH2 や OH1S も優秀だった愛好から、新素材ダイナミックドライバーを引っ提げて登場した、超高解像度K1 ダイナミックドライバー、愛好 OH5 だ。読み方は決して一向ではない。愛好は、1万円から2万円くらいの価格帯のイヤホンや、奇抜な DAC など、一風変わった商品を送り出すものの、イヤホンに関しては、ここまで全て外してこなかった、非常に信頼感のあるブランド。標準的な 1BA1 ダイナミックドライバの最初のモデル、愛好 OH1 からスタートし、2動の重量級ハウジングによる響きが好評を生んだ、OH10、一点軽量化、小型化し、感触系、ソリッドサウンドを追求した OH1S、OH1S と同じシルエットながら、こちらは安定感のあるバランス型で、どんなジャンルにも合わせられる OH2 と、どれも非常に高評価なイヤホンが並んでいる。実は、過去の愛好のラインナップで、僕が触れてないイヤホンが1個だけある。それは、OH10 などが展開していた時期に発売された、OH7。今回紹介する OH5 より番号が大きいけど、OH5 の方が新しいイヤホンだな。10万円を大きく超える、超高級モデルで、装飾や調整などにこだわった結果うっかりこの値段になっちゃいました。という、テヘペロで済むか、という、いかにも技術者先行の集団がやりそうなフラグシップだった。確か発売当時は20万近くしたはずなので、さすがに取り扱う価格的に紹介する機会はなかったんだけど、今回の OH5 は、OH7 ほど極端ではないものの、やっぱり新素材使いたいからこの値段になっちゃいました。という、OH7 ほどの高級機じゃないけどさ。ないけどさ。という、489ドルの価格を抱えてリリースされた、重量機種だ。普通に OH7 がなかったら、愛好ブランドのフラグシップだったと思う。2万円くらいの人気モデルが存在する愛好が、なんでそんなにコストをかけてまで、この OH5 を作ったのか、聞けばわかる。OH5 の心臓部は、12mm のダイナミックドライバー一発。この価格というと、ハイブリッドタイプなんかも多い中で、非常に潔い構成だな。ってことは、その1ダイナミックドライバーに秘密がある。このイヤホンの価格と、それでも出したかった音質の肝は、振動板にあって、リチウムマグネシウム振動板という、イヤホンでは初めて採用される振動板を採用しているんだ。しかもでかい。12mm。それが、ずっしりと重量感のあるハウジングに組み込まれている。12mm 振動板を採用していることもあって、アスガード OH5 は、外装も大きめ。とはいえ、装着感はもちろんしっかりと配慮されていて、装着していて不満を感じるようなポイントは全くなかった。構造的には、金属、樹脂、金属の3レイヤー構造なんだけど、これは、OH1S なんかでも採用されているデザイン。ただ、OH1S が、ほぼ樹脂製のハウジングを金属でカバーするような構造だったのに対し、OH5 は金属塊、樹脂塊、金属塊、という、明らかにこれみっちみちに詰まってんだろ。という、良心絶対潰すマン構造になっている。ここら辺は価格差をふつふつと感じるな。それから、OH5 の外装に使われている金属は、3万円くらいまでのイヤホンでよく見かけるアルミニウム合金ではなく、チタンとなっている。ここも、こだわりのポイントであり、価格が上がってしまう要因でもあるな。それを贅沢に使い、構成されたのが、OH5 の外装、というわけだ。OH5 の振動板は、さっきも言った通り、イヤホンでは初めての採用となる、リチウムマグネシウムダイヤフラム。仕様としては、ベリリウム合金製の振動板に近い、樹脂の土台を持たない金属振動板だ。ピュアベリリウムって軒並み高いじゃん。製造の手間がかかるものを採用してまで、作った音、というのが、この OH5 というわけだ。一言で言ってしまうと、低音側の独特な量感のなくなった、改造感により振ったピュアベリリウム、といった感じ。この価格帯にふさわしいゴリゴリの改造感と音色の豊かさ、声や楽器の再現性を持ってるぞ。こういう細かいところが鳴らせて聞こえるのって、密閉型イヤホンの醍醐味だと思うので、この方向性を出したかった、というのはすごく理解できる。従来の愛好製品で言うと、OH1S レベル100みたいなポジション。音に詳細に触れていく前に付属品も話していこうか。まずケーブルがすごいちゃんとしてる。単結晶の図太い銀メッキ純銅のミックス線。仕上げも良く、プラグの交換ギミックもついてるので、買い替えの必要なし。そりゃもうこの値段のイヤホンだったらこれくらいのやつついてくれてますよね。という期待にしっかり応えてくれるケーブルだ。ちなみに、ケーブルの金属素材はチタンかどうかわかんないんだけど、OH5 の本体と同じディティールになってるぞ。このほか、専用のポーチとベルト、豊富なイヤーピースとマニュアルとか説明書がついてくる。イヤーピースは楕円形に見えるんだけど、
普通の 6mm 軸のイヤーピースも使うことができそうだ。今回は、標準イヤピで何の不満もなかったから、標準イヤピ、標準ケーブルで視聴することにしたぞ。ポーチは非常に凝ってる。この価格帯でも汎用っぽい雰囲気のケースは多いんだけど、この OH5 用のケースはちょっと見たことがないな。というわけで、全体的にめっちゃこだわってるのは、ここまで話してきてわかると思う。この値段を出すかどうか、腰を動かすのはユーザー次第だけど、掴むに値する仕様を持っているのは間違いないな。で、この物価が上がってるご時世に申し訳ないんだけど、OH5 の音色は、他に手持ちで類似するものが見つけられない。基本的なキャラクターは OH1S が一番近いんだけど、OH1S とは別物、ベリリウムメッキ的な、ちょうど良さよりも、全体にシャープにまとまっていて、普通のイヤホンからもう一枚膜の取れたような音色だ。高級モデルにふさわしい音色の凄み、みたいなものは、解像感、空間、分離感、そしてそれらを実現しているのに歪な音がない、という、新振動板と、重量のあるチタン外装からしか感じられない音色になっている。手持ちに動級があんまりないので、比較が難しいんだけど、この価格帯のイヤホンの中では、かなり個性の出ている音色で、かつ、密閉型イヤホンの肝である、耳の近くで鳴っているからこそ、音がピントの合ったミニチュアみたいにはっきりと聞こえてくる感じがある。でも、スケール感がちゃんとある。高音域側が強調されてる平面駆動モデルが結構近い印象なんだけど、それともまた違う。特に、低音側の強いところ、弱いところがはっきり聞き分けられる平面駆動機と異なり、OH5 はこのあたりがしっかりと全体にバランスよく、程よく出てくる。よりインパクトの強いベリリウムメッキやピュアベリリウムとも、この部分が異なるので、結果、高音域側がより引き立っているような印象を受けるな。中音域あたりも、過剰なドライさは感じないのに、はっきりと分離していて、それでいて、声なども歪みなく聞こえてくる。また、高域側が強い平面駆動機だと、頑張りすぎて高音がちょっと刺さるような場面もあるんだけど、それに近い分離感を出しながら、刺さりがない。分離感と解像感が非常に高いのに、全体のバランスが自然に感じられる。金属音はすごくシャープなんだけど、そこだけが浮き出る感じがない。ボーカルが歪んでる感じや、痩せてる感じもなく、それらを一気に実現しているのが、OH5 が高級機なゆえんだと思うな。多分、第一印象では、高音域が結構ソリッドなので、感触感を感じると思うんだけど、聞き込んでいくと、あれ？そんなに感触一辺倒でもないな？というのが感じられると思う。この、従来機では聞こえないバランスのはずなのに、高解像感のある音が出る、という印象は、骨伝導ドライバーを搭載した、BQEYZ インターなんかでも感じた印象なんだけど、あっちが、割とわかりやすいドンシャリバランスなんだけど、解像感を感じる、という印象だったのに対し、OH5 は全体が非常に自然にまとめられているのに、なぜか一部に解像感を感じられる、という、こちらも不思議な第一印象のイヤホンだな。この、キレが強く感じられるのに、全体のバランスとして俯瞰した時に、どこも強調されていない、という、首をかしげるあたりが、OH5 のすごいところだ。空間はそこまで広く感じないけど、しっかりと位置関係を意識させられるし、各楽器の位置がとっちらかったような印象になることもない、自然ではっきりと体感できる空間表現だ。それから、解像感の高いベース、というのが結構印象的。もちろん、これは高音域にも言えることなんだけど、より振動が遅い低音域で、しっかりと振動と停止を感じられるので、頭の先から足の先まで、しっかりとキレのある音になっている。一番印象として近いのは、平面駆動と BA の組み合わせのシークリールド音なんだけど、それをダイナミックドライバだけで実現しているので、より高音から低音まで歪なく聞こえるってわけ。クラシック録音も、しっかりと澄んだ空気感の中で表現できるし、音が重なった時にも破綻は起きない。大編成の音楽でもしっかりとこなせるけど、厚みよりも分離感や解像感の方に重点が置かれる感じなので、そこの好みはちょっと分かれそうだな。この手の感触解像度計のイヤホンって、ギターのツルが何でも金属質に硬質に感じる。って現象が起きがちなんだけど、解像感バキバキなのに、それが起きない。OH5 は本当にそこがすごい。というわけで、いろいろ聞いてみても、しっかりとバランスよく、過不足なく鳴らすのに、全体に硬質な解像感が同居する、という、とんでもない個性派イヤホンにして、何でもこなせるイヤホン。それが、OH5 だ。そりゃこの値段でも作って出すわ。なので、ざっくり一言で言ってしまうと、やはりレベル100の OH1S、割と何でも聞けるバランスなのに、どこでも聞いたことのないような解像感が同居してる。密閉型イヤホンはこれだから面白い。って白物が OH5。期待通りかはわからないけど、聞いたことがないタイプの音なのは保証するぞ。
こんなところだな。やっぱ高級機、躊躇するんだけど、主張するとズルズル行くのは理解できちゃうな。OH5 はそんな持ってる一台としておすすめしとくぞ。といったところで今回はここまで。